玉造りにあります日本料理寺上です。今回はおせち料理、ということで、伊達巻きを作っていきたいと思います。材料はこちらです。今回は、上白糖ではなくて黒糖の伊達巻きを作っていきたいと思います。少しカステラ風な感じで、美味しくいただくと思います。それと卵ですね。で今回は、お店では、お魚のすり身とすりおろした山芋を使うんですけれども、山芋もすり身も入っている、またご家庭でも手に入れやすいはんぺんを使って、作っていきたいと思います。それとあとみりんとお塩ですね。でこの材料を今からもうすべて全部フードプロセッサーにかけて、まず、伊達巻きの生地を作っていきたいと思います。すべて食材を中に入れてしまいます。上白糖でもいいです。今回は黒糖を使ってるんですけども、上白糖でも全く美味しくできますし、上白糖の方が黄色い色が際立つので、それはもう皆さんのお好みで。で、みりんで入れます。で、お塩少し少々。で、野菜かけていきます。でミキサーがなければ当たり鉢、とか、もうボウルでしっかり混ぜるっていう手も一つの手だと思います。ミキサーが一番混ざりやすいかなとは思いますけれども。でこれが混ぜ合わった状態です。そうしましたら、生地も出来上がりましたので焼いていきたいと思います。こういう卵焼きとか焼く巻き鍋ですね。少し油を引いてもらって、でかなり弱火で焼いていきたいと思います。でこのままでもいいんですけれども、少し蒸し焼き状態にしたいので、アルミホイルを引いていきたいと思います。で約10分ぐらい、弱火でそのまま火にかけていきます。では10分ほど経過しました。これ今状態なんですけれども、もう裏面がこのように少しこんがりきつね色になっている状態で、一度、こっちの表面も今も乾いて十分なんですけど、少しだけ焼きたいと思います。そして今回だいぶ薄めの伊達巻きなんですけれども、厚みはもう厚ければ厚いほど先ほどの時間を長くすればいいだけの話で、それでほんのりもう少し表面が焼けたら、巻きすに取っていきます。で必ず焼き色が濃い方は最初の焼き面の方ですねが下に来るようにして、でいろいろこう切り込み入れたりするのも方もいらっしゃいますけども、そのままで巻いていきます。熱いうちにどんどん巻いていきます。中に入れるようにして、でくる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 と巻いて、でこの時に巻きすの型をこうちょっとこうギザギザついてる方が面白いと思いますので、意外としっかりギュッと巻いてあげます。でこの状態で、輪ゴムをして、で常温に置いておいて少し、だ
大体の余熱が取れたら冷蔵庫で、保管で半日ほどして切り出して、召し上がっていただくと美味しくできると思います。大根と金時人参を使って紅白なますを作っていきたいと思います。はい、そうしましたらまず大根、適当な量なんですけれども切っていきます。人参いきましょう。で大根と人参の割合なんですけども、だいたい5対1ぐらい、人参と大根を同じぐらいの量にしてしまうと真っ赤っかになってしまいますので、そこが今回その紅白なますにするにあたってのポイントの一つであります。で、大根、人参それぞれ短冊切りにしていきます。長さはもうお好みなんですけれども、いわゆる短冊切り、短冊のような形ですね。これは少し向こうが透けるぐらいがちょうどいい厚さじゃないかなと思いますけども。だいたいこの大根の量に対して人参の量はこのぐらいが、ちょうどいいかなと思います。大根と人参のだいたい総重量の 2% のお塩を入れてしんなりさせます。もうこのぐらいですね。でなじませます。で30分ぐらい、置くとしなっとしていきますので、そこまで、しばらく、置いておきます。そうしましたら、次は甘酢を作っていきたいと思います。割合で言うと1対1対 0.5 です。1はお水ともう一つの1はお酢とで、0.5 はお砂糖です。で1は、米酢でもいいんですけど一応リンゴ酢を使っております。でお水、お砂糖で仕上げに少し昆布をさしてあります。お酢入れていきます。もう、これは火にかけません。生合わせで、十分、美味しくできると思います。でお砂糖、混ぜていくうちに透明になっていきますので、砂糖が溶けたら、昆布をさしてでしばらく昆布のお味を出してでそれから、お野菜を漬け込んでいきたいと思います。はい、できました。で昆布を入れていきます。でおよそ一緒にもうお昆布ごと漬け込みますので、もうこれで完成です。少し柿も入れていきたいと思います。これはフレッシュの柿なんですけども、同じく、同じような大きさで、皮を剥いて、で柿はもうお塩を入れずにそのまま、人参大根と一緒に甘酢に漬け込んでいきます。
続けていきます。これで先ほどの、大根と金時人参です。もう少し、5分10分もすれば、こういう水分が出てきます。で、漬け込むときは必ず、しっかり絞ってあげます。絞った状態でそのまま甘酢に入れていきます。はい、でこの時に、一緒に先ほどの柿もでこれで、丸1日、ぐらい漬け込んで、先ほどの昆布も一緒に漬け込んで置いたら、美味しく柿なますが出来上がります。こちらで、では仕上げていきたいと思います。先ほどの柿、大根、金時人参ですね。でこの漬けてるお昆布なんかも刻んで一緒にあえてもらっても美味しいと思いますし、今日は入れてませんけれども柑橘の皮なのかを刻んで入れていただいてもすごく美味しくさっぱりとしたなますができると思います。このように先ほど人参がだいぶ少なかったんですけど、でも盛り付けるとどうしても赤が際立つのでちょうど程よい量に、見栄えに合うと思います。彩りにちょっとさっと湯がいた三つ葉です。三つ葉の軸少しで少し甘酢をかけてで仕上げに少しごまをかけると美味しく出来上がっていきます。これが完成です。